こんにちは、加藤です。今日の毎日頑張らないスケッチは、どこのご家庭にもあるコーヒーミルをやっていこうと思います。で、隣に置いたこれは発泡スチロール製の立方体と球体です。勘の言い方は想像できると思うんですけれども、このコーヒーミルの形状を単純化すると、こういった直方体と半分の球、これがその基礎形態とか幾何形態、単純化した形を最初に基礎デッサンとしてやる理由なんですね。こういったものを書くときにこれが応用されるというふうに考えてもらえばいいと思います。説明この辺にしておいて、これはちょっと避けて、これを見ながら書いていこうと思います。用意したのはいつもの道具立て、ユニの 6B と練りゴム、そしてクロッキー帳。画面の中心この辺で、この辺に書きましょうね。この辺に書きましょう。上はこの辺まで、下はこの辺まで、右上から光が当たっているんですけど、今日はいつものごとく線描をメインに書いていこうと思います。見えるかな？こんな感じ、こんな感じ。大まかに形を取っていきます。こんなでいいかな。で、このレバーというか回す、なんていうんですかね、こういう、ハンドルがついてるんですけれども、ハンドルが一番上か。ハンドルが一応入りきるくらい、この辺に入りきるくらいでいきましょうか。結構いっぱいいっぱいだな。もうちょっと下にしましょう。この辺までにしましょう。ハンドルがこの辺に入る感じで、私の位置からだとハンドルのほぼ真下にこの、粉を受ける、コーヒーをひいた粉を受けるこの四角い、本体の容器の部分、バスケットというかカゴになっている部分がこう入ってくると。こんな感じかな。こんな感じかな。いつも言っていますけれども、最初はラフに形を捉えていきます。で、今回はね、どうしようかな。球体を半分に割ったこのお釜の部分、豆を入れる部分と下の引き終わった粉が入る部分の四角と、2種類の形態がここで組み合わさってるんですけれども、その構造感を意識して書いていきましょうね。よくありがちなのが、上だけ先に書いて、で次に下を書いて組み合わせた時に中心にはまっていないということがよくあると思うので、今回はそういったことが起こらないように、なるべく初期の段階、早い段階から、全体のバランスを見ながら進めていきましょうね。まず上、端はここ、下の端はこの辺でいいかな。ここ、多分一番下がここで一番上がここ。これもう決めちゃいましょう。次に右と左の端っこ、角がどこに来るのか。ここに対してこの位置ちょっと低いな。これやっぱ上すぎたかな。ちょっと上すぎましたね。頑張って上に持っていきすぎましたね。もうちょっと全体下げます。はい、この上のお釜の部分、釜って言わないかな、豆を入れるところがちょっとこれだと上すぎるので、ちょっと下げます。この辺かな。そして合わせてこのハンドルのレバーの握りの部分もここに対して下げます。こんな感じで一番上の端をここまで下げてみます。こんな感じだとどうでしょう。で、分かりました。もうちょっと大きいんだ。これもうちょっと、もう一回り
ハンドルの握りもうちょっとだけ大きくして、でこの下の木の部分ももうちょっとしっかりとして、このくらいの存在感、このくらいの大きさ、スケール感で見ていきましょう。はい、上決めました。ここが上の端。それに対して下の端はここもうちょっと右かな、この辺、いや左、この辺で、左の端がこの辺、これの真下にこの角が来る。でこのエッジはもうちょっと上にしましょう。この箱の部分がもうちょっと上に来る感じ。そしてこの上の面がもう一段階上に、当初よりもちょっと上に上がる感じでいってみましょう。こんな感じかな。こんな感じでいきましょう。はい。で徐々に全体見ていきます。まずね、一番自分に近いところ、角がこの辺、右端奥がこの辺でいいのかな、この辺、右の角がこの辺、はい、四角がねだいたいこんな感じで印象を捉えてみました。シルエットというか外側の形がこんな感じで、次にこのお釜の部分、豆を入れる部分を見ていくとこんな感じで、中心がですね、中心がこの四角の対角線、ここの交わるところ、この辺りに中心がこの、丸い球状のお釜の中心がここに来るように描いていこうと思います。こんな感じかな。で下の端、縁、エッジがこの辺で、後ろの端がこの辺、こんな楕円で見ましょう。こんな楕円で、中心に向かって湾曲していく。中結構暗いですからね、こんな感じで、縁が一段縁取りがしてあるというか丸くなっていて、若干右が上がってましたね。もうちょっと下げて、こんな感じかな。はい、こんな感じで、上はね、この袋ナットと言われるネジを留めている部分がちょこっと飛び出て見えて、でここからハンドルが始まる。で中心部分の円筒形のものがいくつかパーツがつながるんですけど、こんなでいいのかな。ちょっと見えすぎてる感じですね。ちょっとここはあんまり細かく描く前に全体を意識しましょう。ここから、ここがエッジ、ここが四角いエッジで、これがなんか額縁みたいにちょっと装飾がしてあるので、一段段差があるんですね。ここね、一段段差があって、でここにここを中心としたこの辺りにこの、お釜の取り付ける台座の部分がこの辺まで来ていると、こんな感じで、これを見ると上の楕円と下の楕円を比較すると、下の楕円がちょっとね潰れすぎてる風に見えるので、形ちょっと見直していきます。このカーブとこのカーブ、相似形なんですけど、上に行けば行くほど潰れてる感じ、下に行けば行くほど膨らんでる感じに見えてるんですよね。なので下が潰れないようにこのカーブとこのカーブを比較していきます。そうやって見ると上はここまでで、下がちょっとこれだと広すぎたのでもうちょっと潰していきます。エッジがね上に上がる感じ、この辺に上がります。こんな感じ。はい、ちょっと修正していきますね。
何度も線を引いていくと絵がごちゃごちゃして見えづらく、どれが正確な線なのか分かりにくくなってきますけれども、この書き出しの段階ではあんまりそういったところ気にしすぎないで、どんどんプラスの作業をしていきます。まず書き足していくんですね。消すのは後回しで、書くのを先に優先していきます。書いて、プラスの作業で画面を飽和させていきます。飽和状態からいらないところを削り取って、練りゴムで消したりしながら取り去って、いらないところを消すのは後回しと。そんな風に私はプラスを優先して後から消すっていう、そういう風にした方が絵にとっては、うまくいくことが多いと思います。消したくなるところ、気持ちを我慢してなるべく消さないというかね、後回しにする、後々まで消さないようにする。はい、このねお釜の部分はね、最初直線なんですね。この辺まで、この辺りまでまっすぐ下に降りてきて、でそこからカーブが始まるというふうに、全部綺麗な半円状ではなくて、まっすぐ降りてから円弧が始まるというふうな、ちょっとねご飯を炊く釜の形に似てる気がします。炊飯ジャーの中に入ってる釜の形に似てるんじゃないかなと、この形状ですね、いう気がしています。でここの部分をよく見ると、ここ少し段差があるんですね。一段段差があって、こういうふうに帽子のハットのこの縁みたいな感じで中心から外へ向けて盛り上がってくると。はい、だいぶ形が取れてきたと思います。線を整理していきます。こんな感じで、ここのエッジはこの辺まで、はい、だいたいいいかな。こんな感じでいいかな。はい、だいたいいいかな。で最後にここ粉を引き出す、この取っ手のついた引き出しがついてるんですね。この引き出し書き入れていきましょう。はい、こんな感じかな。こんな感じの右上から見下ろしているので、断面が見えてるのがこの右サイドと上サイドで、ここはレリーフみたいにちょっと一段引っ込んでいて、へこんでいて、そこに取っ手がついている。一段引っ込んでる、レリーフ状にへこんでいるので、今度はこれ見えてるのは、ここが断面見えてますね。この左と下側、引き出しの箱の外側は上と右サイド。はい、こんな感じでしょうか。でここにつまみがついてるんですけど、これちょっと小さいですけれども結構大事なポイントなんで、はっきり説明しておきます。この楕円の軸はこの角度です。この角度に準ずる角度、こんな角度で、このつまみの断面というか奥行きがこんな風に、つまりこういう風なこの角度に沿ったパーツがくっついてるんですね。なのでこの横倒しになった円柱みたいな感じで、この楕円の軸はこの角度と直角に交わるこの角度で、この断面、この奥行き、こんな風に構図を捉えていきましょう、ね、ここが軸です。これに対する直角、こんな風に楕円が歪んで見えています。はい、でちょっと省略していたこの、額みたいなちょっと1段2段段差のある、このかまぼこ型の装飾部分、もうちょっと丁寧に見ていきます。こう来て1段段差があって、角がここ尖っていてこんな感じかな。はい、余計なところを消していきます。
はい、どうでしょう。だいぶ構造見えてきたと思うんで、もう一回ちょっとね、清書していきましょう。全体の必要な要素はもうここまででだいたい書き入れたんですけど、なんか違うな、印象が違うなっていうところが、ここまで書くとなんか見えてくるんですよね。まず、この引き出しの部分のこの幅、広すぎたのでちょっと狭くします。で、断面もこれ広すぎたのでちょっと狭くします。こんな風に最後にね、ちょっとこうお化粧するというか印象の違うところ整えていきます。で、書きながら垂直に書いていたはずの線も気がつくとね、こう傾いたりすることがあるので直しながら進めます。あとこの長さ、こうやって比べるとちょっとね、これ小さかった気がします。もう一段上に上げます。こんな感じでもう一段上に上げて印象を合わせます。ここまで上げる感じですね。そうするとこの取っ手とかもちょっとずつ全体が上に上がる感じですね。こんな風にもう一段上に上がって、でここも下もちょっと削り取って上に上げる。はい、こんな感じでちょっと上に上げました。ここですね。でこれが断面、レリーフ状の浮き彫りになってる。これは浮いてる彫りじゃなくて引っ込んでる彫りですね。浮きの反対は何て言うんだろう。彫りですね。へこんでる彫りの部分ですね。こんな感じ。はい。で、左サイドはどうなってんだ？左サイドはこのラインでいいですね。これが引き出しの取り付けてある感じ。ここがエッジ。こんな感じですかね。こっち側はこの辺か。ここで木がちょっと変わってるんですね。こんな感じ。ここで変わる。で、上の面はここちょっと上に上がってここ。はい、だいたいいいかな。これがねちょっと尖ってましたね。ここがちょっと丸みが強い。もうちょっと丸みがある。こんな感じ。ここが尖らない。こんな感じかな。でもなんかこれパースが強すぎるな。どう見直したらいいんだろう。もう一段上げましょう。もう一段上げます。断面をちょっと上げてこの角度と下のこの角度がこんな感じ。こんな感じ。そしてこの蓋の取り付け位置がこの辺。下ちょっとそうですね。こんな感じだけど、よく見るとこの角度がちょっと立ちすぎてるんだな。ここ見直します。ここが角、ここが角、ここが角で一段段差があって外につながってここが角ですね。この角の位置がちょっと上がります。上にこんなかな。こんな感じであんまり強いパースにならないようにこの角度に対して、極端に下下がりにならないようにちょっと上げました。そして右サイドはこの角度で一段段差があってギュッと丸く回り込むと。ここのシルエットもちょっと見直します。こうまっすぐ降りてきて角ができて回り込む。こんな形。上はどうでしょう。ここに比べるとちょっとねひさしというか上の方が広いんですね。なのでこう来てここの真上よりも
ちょっと外に飛び出ています。この辺までちょっとね大きい。で線を整理すると、この上の四角い形、断面、このかまぼこ型、角の丸い形、はい、こんな感じでいいかな。で最後、構造物大体書いたので、ここにネジの丸々がちょろっと見えている。それから、この中の部分ですね、ここにちょっとレバーみたいな、引き加減を調整する、粗引きとか細か引きを調整するスクリューがちょろっと見えている。でそのレバーというか、位置を固定する機器がちょっとだけ見えている。はい、こんな感じで。でここから本体につながる、ボディ本体につながって、このスクリューの位置がちょっと左にずれちゃいましたね。もう一度見直します。こう来て、左がでかくなりすぎないように、右サイドがちょっと縮こまってたんですね。ここね、ここちょっと見直します。こう来て、ここがちょっとネジを切ってある感じ。はい、こんな感じでしょうかね。 OK で最後にこのレバー、ハンドルがここにつながる。ここは綺麗なカーブを描いて、でここにつながるんだけど、その際のここちょっと断面が1ミリちょっとの断面が、金属の厚み分だけあります。はい、ここはね書いた後でいらないところを消します。黒く塗ってある金属なんですけれども、ちょっとこう反射して光って見えているので、結構明るめの上っ面なんでね、上っ面明るめに形を見ていきます。で最後この部分は穴が開いていて、スクリューネジが留めてあると。よく見るとここ木目がついてるんですね。断面に木目がちょっと見えている。はい、こんな感じでどうでしょうか。今日はコーヒーミル、皆さんのお家にあるコーヒーミルを描いてみました。はい、いかがだったでしょうか。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。